で開始をさせていただきます。今日は皆さんにお呼びかけして、韓国の先立ってゼロの会と意見交換された議員のお入りであります。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。で、今日は、恐縮ですが、アジュン・マクヒジャニ博士、まだちょっと入っておられませんが、冒頭、近藤の方から、共同代表の近藤からご挨拶をさせていただいて、順次、私の方で取り進めたいと思います。よろしくお願いします。近藤さん、お願いします。はい。おはようございます。第229回におはようございます。299回目になりました。この間ずっとですね、ALPS 処理水海洋放出の問題について、関係者の皆さんからお話を聞かせていただいているところであります。先般も韓国の皆さんと意見交換させていただきました。今日もご参加いただいているということで、感謝を申し上げたいと思います。日本の報道でも、この問題、しばしば頻繁に報道されてますけども、日本海側、韓国の皆さんの懸念、またご意見も多く新聞なんかにも出ているところですが、また同時にですね、太平洋諸島、南太平洋、こういうところにも非常に距離が長い中でありますから、流れていくということで、懸念が広がっているところであります。こういう報道も、出てはいるんですけども、しっかりとですね、お話を聞きたいということで、今日はドクター・アジュン・マクヒジャニさんのお話を聞かせていただくということであります。まだお入りになってないということでありますが、どうぞ本当にですね、この問題は私は本当に放出すべきではないと思っています。どうぞ、よろしくお願いいたします。すみません。はい、ありがとうございます。はい、海は一つながりですので、単に日本の国内の、もちろん漁業者の皆さんの強い反対もありますが、この海を共有する多くの国々の方が、不安、疑問を指摘しておられる中ですから、今日の会議はそういう意味で、東証フォーラムの有識者であります、アジュン・マクヒジャニ博士にお願いをしてですね、問題点の指摘をしていただこうと思います。で、目下日本政府とおはようございます。マクヒジャニ、Good morning. Thank you for coming. 日本政府と、当初フォーラムとの間には公式の、意見交換会が外務省、経産省、東電含めて行われております。で、本来はそうした東電、外務省、経産省、資源エネ庁ですね、にも参加を要請いたしましたが、その政府の公式な話し合いが進んでいる一方で、他と話し合うということは、いろいろな齟齬が起きると、いけないからと、ちょっと思いませんけれども、とにかく、今日は参加はされないということで、もっぱら、アジュン博士からお話を聞くこととなります。なお、先立って6月の15日でしょうか、韓国でも、アジュン・マクヒジャニ博士からお話を伺う会があったということで、韓国の皆さんには、同じテーマでとなりますが、またより議論が深められたらと思います。なお、本日は、博士は英語でのプレゼンテーションになりますので、原子力資料情報室の方に翻訳をお願いしながらやってまいりたいと思います。では、冒頭、アジュン・マクヒジャニ博士の、お話を伺いたいと思います。何分くらいか、通訳の時間がありますので、小1時間になろうかと思いますが、よろしくお願いします。Please start, Dr. Ajun Makhijani.
Well, thank you very much. Sorry, there was a little confusion about starting time, so I was a little late. I apologize. I just actually just have sent my slides. May I be able to share my screen, please? And are we doing simultaneous translation? No, or we'll be should doing I wait? consecutive, yeah. So if you can kind of do one point and then I'll translate and then we'll go back and forth. So, Caitlin, do you want me to read my slides or go more freewheeling? No, It'll you be can do faster. more free reading, that's fine, because I Okay. haven't really translated the slides perfectly, so I'll be kind of going along that. But yeah, so if you, I'll just introduce you and then we can start. But please do share your slides. Okay. では、皆さん、おはようございます。ちょっとごめんなさい。最初の時間がちょっとあれで、遅れてしまいまして申し訳ございませんでした。今日は、はい、先ほどスライドを送りまして、ちょっと日本語訳は間に合わなかったんですけれども、スライドは英語でしまして、途中で日本語を入れますので、よろしくお願いいたします。Yeah. So I have spoken before about the many problems that the expert panel of the Pacific Islands Forum have with the TEPCO plan, TEPCO measurements, the REIA, and other issues. 前から、今日の、課題になっている、TEPCO の汚染水の放出の問題について、専門家パネルっていうのがありまして、私がそこに入ってまして、そこの、今の提案されている放出計画の、たくさんの問題について、前からお話ししています。In the last few days, we have also made public the expert panel's August memorandum to the Pacific Islands Forum, where the whole list of issues we had with the TEPCO plan and our alternatives are discussed. 数日前からですね、私たちが、太平洋諸国にお願いされまして、レポートを書きました。それは、すべての問題全部レポートとして報告しています。それは数日前から公表しまして、その中に詳しくそういう問題が書いてあります。So today I'm not going to talk about the many scientific problems we have with the TEPCO dumping plan, but I will focus my talk today on the recent discussion we had with TEPCO, with the IAEA, and with Japan's NRA and the Japan Ministry of Foreign Affairs. なので、そういったその技術的なたくさんの問題、そのレポートにも書いてるし、いろいろ話は前してますので、今日はそれじゃなくて、フォーカスしたいのは、もっと最近、TEPCO 東電と IAEA と日本の規制委員会 NRA とお話ししましたので、それについて今日フォーカスしたいと思います。So the main points I'm going to cover are that the TEPCO dumping plan is not in conformity with one very important IAEA General Safety Guide document. まずはですね、今日のメインポイントとしまして、この汚染水の放出計画は、IAEA にある、とても重要な、条件ですね。それにコンプライアンスしてないということです。So, in my opinion, the TEPCO plan is not in conformity with, not in compliance with the General Safety Guidance 8 in certain very specific requests.
その IAEA の、General Safety Guidance、総合安全ガイダンスですね。GSG8 番について、この計画はコンプライアンスしてないと私は思ってます。The TEPCO environmental impact assessment is seriously deficient. もう一つは、生態系の、検討ですね。TEPCO の検討は、全く不十分だと思っています。And the IAEA and NRA have rejected consideration of alternatives that could be in compliance with GSG8. So those are the issues I'm going to cover. で、最後ですね、IAE も、NRA も、その GSG8 ですね、その条件に合うような対策があるんですけれども、それを全く、検討もしないっていうことを言ってることです。それは、今日のメインのポイントとしてお話ししたいと思います。I will also discuss a shocking misstatement that was made by Mr. Caruso, the director and coordinator of the IAEA panel on the Fukushima water discharges during our meeting on June 8th and 9th. もう一つは、sorry, who is Mr. Caruso again? Mr. Caruso is the director of the IAEA panel that is responsible for overseeing of the TEPCO dumping plan. And they have said, they are going to see whether it is in compliance with the safety regulations. So he's basically the chairman, the director of that task force. Okay, thank you, sorry. IAEA の中に、この問題を検討している委員会があるんですけれども、それにあたる委員長という人なんで、カルーソさんという人なんですけれども、その人が、先日、とってもショッキングな発言をしたんですけれども、それも今日、お話ししたいと思います。So first, let me discuss briefly how the environmental impact statement is seriously deficient and should be completely redone. まずは、生態系の、アセスメント、その評価は全く不十分ということで、もう一回やり直しっていうふうに私は思っています。The statement does not examine the specific species in the ecosystems of the Pacific region that are very critical. Rather, it takes the global three marine species to be considered, which is not relevant to the present ecosystem assessment that should be done for this particular plan. まず一つは、この、生態系アセスメントなんですけれども、その中に、参照類っていうのを3つ選んで、それを調べてるんですけれども、その3つの参照類、ヒラメとカニとカッソっていうものなんですけれども、それが、太平洋の地域に、全く特化してない、適合じゃない、ものを、選んで、その3つの種類だけについて評価してるんです。Some bioconcentration was considered, but bioconcentration of radionuclides like strontium 90 has not been properly considered. It could be much, much more serious than what TEPCO has done in its environmental statement, assumed in its environmental statement. 生物濃縮っていう問題があるんですけれども、これはTEPCOの評価では、少しは触れているんですけれども、それは全然不十分だと思います。例えばストロンティウム90を含む、放射性各種のその生物濃縮は、十分に検討していないと思います。Radionuclides like tritium and strontium 90 have impacts on the reproductive systems
of fish and other living beings in the ocean. And they will also have, excuse me, some impacts on other Pacific region countries, but they have not been given due attention in the EIA. もう一つ、トリチウムと、ストロンティウムもそうなんですけれども、生殖系について、大きな影響が、あるように思います。それも、十分な、このテプコの評価の中に十分な注意が払われていないと思います。So for instance, we have shown a study that shows impact of tritium damaging fish eggs at concentrations lower than what TEPCO proposes to discharge, but they don't seem to have taken such research into account. ある研究では、トリチウムの、影響で、魚の卵が損されたという、研究があるんですけれども、それが濃度が、十分低いですね。今汚染水の中にされている、レベルなんですけれども、そのもっと低いレベルでその卵がいろいろ問題があったんでね、そういう研究があるのに、それがテプコが全く配慮してないということです。This study showed that fish eggs are damaged or killed at concentrations just 1/3 of the 1500 becquerel per limit. でこの研究の中には、その魚の卵はですね、損されるか、もしくは死んでしまうっていうのは、この1500ベクレルっていう制限の3分の1のレベルでそういうダメージを受けるという研究でした。So further, after the dumping starts, and I use the word dumping because that is the term used in the 1972 treaty. It's the anti-dumping treaty. And what TEPCO is proposing is dumping of radioactive water. はい。私はダンピングという、言葉を使うんです。ただの放出というよりも、ゴミを捨ててるということです。なんでこのダンピングという単語を使うかというと、1972年の条約の中にそういう言葉を使っているから、私はあえてそれを使います。So we do not believe that TEPCO's plans for monitoring and verification of damage and how much damage will occur are adequate. We feel they are very inadequate, and the IAEA and TEPCO have simply said that if discharges don't meet the criteria, they'll simply use ALPS again and again and again and again. 私たち専門家パネルでは、TEPCOがやっているモニタリングとか検証は全く不十分だと思ってまして、TEPCO とか IAEA は、その基準に合わなかったら、もう一回 ALPS を通しますから大丈夫ですよって言ってますけど、それも問題だと思ってます。It's very risky approach that TEPCO is taking and that the IAEA is allowing to not test ALPS thoroughly before the whole process starts, and to not to test it with all the different kinds of water that ALPS will be processing. そういった、何度も通せばいいっていう、ことは、全くリスクがとても高くて、ALPS は完全に詳しく検査してから、こういうことをやるべきだと思います。IAEA は、これを許可しているという問題もあるし、TEPCO はこういう方法でやろうとしてるんですけれども、やっぱり今、その放出する前に、
ちゃんと、ALPS がちゃんと働くかどうかということを、ちゃんと確認しないといけないと思います。For example, many tanks, especially from the early years, first 2-3 years, contain sludges, solidified particle matter at the bottom of the tank. 例えば、たくさんの、タンクの中に最初の2、3年間の、集まった水、そのタンクの下にスラッジっていう泥が、入っている場合があります。So ALPS should be thoroughly tested with water from those tanks because it could function badly or even fail. But so far as we have been able to tell, this has not been done. And surprisingly, the IAEA doesn't seem to be insisting that it should be done now before the whole process is authorized. でこういった泥が入っているタンクの水を、ALPS をちゃんとできるかどうかを検査しないといけないと思います。で、これが全くテストしてないようで、IAEA もそうテストしろっていうことも言ってないし、こういった問題は、その泥が入っていることで、ALPS が全然不十分かもしれないし、大きな問題が起きるかもしれないので、それをちゃんと確認しないといけないと思います。This is an unscientific and poor way to proceed with a unique and hugely important project that is going to affect the people of the whole Pacific region. こんな大きい問題、こんな大きい計画、太平洋の人々すべて影響を及ぼすこの計画は、こういって、この非科学的な、進み方っていうのは全くいけないと思います。So let me move with whether the TEPCO plan complies with international guidelines, because IAEA and TEPCO and NRA claim that they will not allow it until it complies with guidelines. 次は、コンプライアンスのことを話してみたいと思うんですけれども、IAEA も TEPCO もこのコンプライアンスをバッチリやってから放出しますよというふうに言ってますけど、本当にそうでしょうか？ I do not understand how they can do this, make these claims that they are going to assure compliance when the EIA is so deficient and when reproductive impacts and bioconcentration have not been taken into account. こういうふうにコンプライアンス従いますよっていうふうに言ってるんですけど、どうしてそんなことが言えるか全くわかりません。さっき言ったように、繁殖の問題など、いろんな問題がクリアしてないのに、よくそういうことを言ってると思います。And for the rest of my talk, I'm going to focus on one specific IAEA standard or guideline, which is General Safety Guide number 8. で、今日のお話の残りは、IAEA の中の、さっき言った、総合安全ガイド8っていう、GSG8 っていうものについて、それはコンプライアンスしているかどうかっていうことをお話ししたいと思います。So the IAEA has said that there are 7 different safety guides that would apply to its review of this Fukushima dumping plan. IAEA としては、7つの、安全基準があるっていうふうに言ってます。GSG8 is one of them. その中に GSG8 が含まれてます。GSG8 is a long, complicated document, but on certain points, it's very straightforward and easy to understand. この GSG8 なんですけど、とても長い基準なんですけれども、でも、あるところはとてもはっきり言ってるし、わかりやすいと思います。So GSG8 is very clear, and I will read the specific part of it that I think is very crucial
to the countries of the Pacific region. で、一つとても明確にしているものは今から読み上げたいと思うんです。これが、太平洋地域の諸国にとても関連しているところだと思います。GSG8, first of all, requires that if radioactive harm is going to be inflicted on people, even if it is small, it should be justified. まずはですね、もし、放射性損害が、そういう可能性がある行為について、しかもそんなに大きい、損害じゃなくても、どんなに小さくても、そういう放射性損害がある可能性があるときに、その損害可能性が正当化できるかどうかという正当化の原理です。So justification has a specific meaning in GSG8. It says benefits to individuals and to society from introducing or continuing the practice outweigh the harm, including radiation detriment resulting from the practice. That's the actual statement in GSG8. GSG8 の中にこういうふうに言っています。その正当化っていうのは、具体的な、ことが書かれているんですけれども、この放射性損害の可能性があるときに、その利益の方が大きい、利益の方が、損より大きいっていうことがあれば正当化できるっていう、そういう意味の正当化原理です。So this practice of TEPCO will inflict some harm. We can argue on whether the harm will be small or very small or bigger, but there will be some harm. It will be more than zero. で、今回のこの汚染水の排出計画では、太平洋の諸国の人々に、ある程度小さいかもしれない、少ないかもしれないんですけれども、損害を与えることになります。There are no benefits to Japan's neighbors. There's no benefit to South Korea. There's no benefit to the Marshall Islands. There's no benefit to Fiji. There's no benefit to any of the countries of the Pacific region. But the harm is positive. Benefit is zero. しかし、この損害が必ず少ないかもしれないんですけど、あるということに対して、利益が全くないです。日本の、近くの国々、韓国もそうだし、太平洋、フィジー、みんなそうなんですけれども、その国々に対して利益がゼロです。全くありません。So if benefit is zero and harm is positive, the harm always outweighs the benefits. So GSG8 will be violated by the TEPCO plan, in my opinion. ということは、ベネフィット、利益はゼロで、損害があるということなので、GSG8 という基準は、違反されています。どう見ても違反されているということは、その太平洋の諸国について、違反しているということは私の意見です。So in my opinion, any claim that the TEPCO plan complies with IAEA guidelines is not a correct claim. なので、TEPCO が、IAEA のガイドラインにコンプライアンスしてるっていうふうに言ってますけど、それが言えないことだと私は思います。So let me come to what the IAEA has done and said about this matter.
IAEA はこの問題について何をしているということ、今からお話しします。The IAEA task force to examine this matter was formed in 2021 by agreement with the Japanese government. 2021年に、日本との同意で、IAEA は、この、ことについて、検証するということになりました。But even before the task force made its first visit to Japan and made an initial assessment, Director General Grossi essentially endorsed the TEPCO plan in April 2021. しかし、その、IAEA のタスクフォースが日本に来る前に、IAEA の、ダイレクターである、グロッシ事務局長が、TEPCO の計画を同意しているということになります。それが、2021年の4月に、グロッシ氏が、この計画を同意しているということになります。He said the plan was, quote, both technically feasible and in line with international practice, even though the large amount of water makes it a unique and complex case. グロッシ事務局長はこう言ってます。今回の排出は、水の量がたくさんあるので、ユニークでは難しいケースではあるんですけれども、技術的には可能が大丈夫だし、国際犯行にも、合法しているので、大丈夫ですというふうに言ってます。Just because other countries are doing it doesn't mean that it is right. 他の国は、いろんなものを放出しているかもしれないんですけれども、他の国がやってるから、それが正しいっていうことには限りないです。The fact that the IAEA has not looked at these other countries' discharges in light of GSG-8 or whether they violate GSG-8 cannot mean that Japan can ignore GSG-8 and impose harm on other countries. Just because everybody else is doing it doesn't mean Japan can do it. IAEA はたまたま他の国を見て、この、GSG-8 が、コンプライアンスしてるかどうか見てないことがあるかもしれないんですけれども、たまたま。しかし、それがあっても、日本は、やってもいいっていうことにはなりません。他の人がやってるからいいんですっていうことは、そういうことではないと思います。So recently, the expert panel met with TEPCO, the NRA, and the Japanese Ministry of Foreign Affairs. And we also had a separate meeting with the IAEA staff, including Mr. Gustavo Caruso, who's the head of the task force. 最近、この太平洋の専門家パネルは、TEPCO と NRA、また、外務省、日本の外務省にも、お会いして、ミーティングをやって、また、IAEA のタスクフォースの、リーダーである、さっき言ったカルーソさんとも、会議を持ちました。So we asked the NRA and TEPCO, have you done an analysis of GSG-8 from a transboundary perspective of costs and no benefits? で、TEPCO と、NRA、規制委員会に GSG-8 について分析しました。それが、聞きました。それが、国境を越えた、コストはあるのに、利益がないという観点で、その GSG-8 は、分析しましたかって聞きました。But to the best that we could determine, such an analysis does not exist.
and has not been done. しかし、私たちが聞く限りでは、こういった分析は全く行われてないようです。During our meeting with the IAEA just a few days ago, we raised the explicit question, how could this be justified? GSG8 indicates that this practice has no justification from the point of view of Pacific region countries. 数日前なんですけど、IAEA と会議の時に、この計画、この汚染水排出計画は、どうして正当化できるんですか？これが、この太平洋地域の、損があるのに、これが、正当化の原理は全く通らないではないでしょうかって IAEA にも訴えました。But the IAEA flatly said that they are not going to consider justification under GSG8. It's not part of what they plan to do, and they haven't done it. しかし IAEA は、この GSG8、自分たちのガイドラインなんですけど、それが、もう、検討しませんってはっきり言いました。今までやってないし、今後もやりませんっていうふうに、もう完全に拒否してました。When we pointed out that GSG8 is part of their own list of documents that they should use, they said, well, we're not going to use that part of the document. で、私たちは IAEA に、いや、これは自分たちの基準の一つですよ。自分たちのガイドラインなんですけれども、それを、無視するんですかって聞いたら、いや、この部分は、やりませんっていうふうに言いました。In my opinion, if you say these are the rules that you have to obey, then you have to look at the whole book. You can't pick and choose and say, oh, I'm going to comply with this part and I'm not going to comply with that part. 私としては、やっぱルールがあったら、それは全て守らないといけないんですよね。これを守りますけど、これはちょっと無視しますっていうことはありえないと思うんですけどね。We also raised this issue in a previous meeting with the IAEA, and they said that justification and GSG8 was the NRA's responsibility and not the IAEA's responsibility. 前の会議で、この同じ GSG8 について、話をしたんですけれども、その IAEA は、いや、これは私たちの責任ではなく、日本の NRA 規制委員会の責任ではありますというふうに、回答したんですね。But the IAEA doesn't seem to have told the NRA that it is their responsibility and they should do it. しかし、IAEA は、規制委員会に、そういうふうに言ってないんですね。これはあなたたちの責任ですよ。GSG8 ちゃんと、分析しないといけないんですっていうことは IAEA は NRA に言ってないです。Okay, so there is the question of if you're not going to do this dumping plan, what should be done? はい。で、じゃあ、この、排出しないんだったら、どうしましょうっていう話もあります。So in our August memorandum, which I have talked about before, the expert panel had recommended 3 different options that TEPCO had not yet considered. さっき言った、レポートなんですけれども、その中に3つの、代替案を取り上げてます。TEPCO が、検討してない代替案を3つ挙げてます。One of those options was to clean up the water using ALPS, as TEPCO now proposes to do, and then use the water with mainly tritium in it to make concrete with little potential for human contact.
一つの代替案は、今の水をALPSに通して、それはTEPCOが今言う通り、通して、で、基本的にトリチウムしか残ってない水を、コンクリートを作るという、代替案です。で、そのコンクリートが、人間があまり触れないところで、使えば、損が、少ないことができるという代替案ですね。When we mentioned this, TEPCO said, oh, we have already considered a concrete option, but the concrete option they have considered is not at all the same as what the expert panel has proposed. It was a misleading statement that they made. でその時、もうそのコンクリート作り、その代替案はもう検討しましたよ。言ったんですけど、それが私たち専門家パネルが提案しているものと全く違うです。それがもう検討しましたよっていうのは、もうちょっと、嘘に近いような発言だと思います。I'm not going to talk about it a lot. We have published the paper. I have sent it to you, and feel free to distribute it and translate it. But basically, TEPCO should treat the water with ALPS, remove the other radionuclides than tritium and carbon-14, and make concrete with it, like the seawalls and the concrete that they are using for various different applications on site. By our calculations, the doses from this concrete would be almost zero, and the Pacific Ocean would be protected, and other countries in the Pacific region would not be affected by this plan. あんまり詳しく、この、代替案についてあまり詳しく話さないんですけれども、ペーパーを書きまして、それは、送ってますので、皆さんそれをどんどん、広げていただいて結構だし、でも、基本的に、そうですね、ALPSで他の、各種を取って、トリチウム残ってるんですけれども、その水でコンクリートを作って、例えば、福島第一のサイト内に、壁、シーウォールとか、そういうものを作ってますので、そういう使い方をすればいいんじゃないですかねっていう話で、それが、放射性は、ゼロに近いと思うし、それが太平洋が保護されます。それが、やっぱり、その代替案の、もっといいところだと思います。This plan would prevent impact on the fishing communities and on other countries in the Pacific region, and be in compliance with GSG-8, in our opinion. We're not asking TEPCO to take our opinion. What we are saying is the NRA and TEPCO and the IAEA should do their own serious evaluation of this and not just dismiss it during meetings and postpone the dumping plan until this is fully evaluated and discussed. この代替案だとコンクリートを作れば、日本の漁師たちも守られるし、太平洋は保護されますので、TEPCOとか NRA に、これ絶対やりなさいっていうふうに言ってるんじゃなくて、真面目に真剣にこの代替案を検討してくださいっていうふうに言ってます。会議で、いや、そんなのやりませんよってただの拒否ではなく、ぜひ検討して、で、この計画を延期して、こういった代替案を検討して、その結果は、その結果なんですけれども、ぜひ検討してくださいっていうふうに言ってます。
So I'll now, I've already covered the implications for other countries of the two plans, the TEPCO plan and what we have offered as the concrete plan. So I won't discuss it in detail because we should have time for questions and answers. I'll make a few remarks about the NRA and the IAEA in closing. 今まで GSGA についていろいろ話したので、あんまり詳しく、話さないんですけれども、NRA と、IAE についてちょっと、コメントをしたいと思います。Sorry, my grandson was coming to say good night to me. 孫がお休みの際に来てた。Good night, my sweetheart. So basically, the TEPCO plan should be postponed indefinitely, and some time should be spent to respect the people of the Pacific countries and the fishing communities in Japan and Korea and elsewhere in order to examine these options more carefully. And now I'll make some closing remarks about the NRA and the IAEA. 基本的に、この排出計画は、延期されるべきだと思います。で、延期して、やっぱり、太平洋諸国に、周りの韓国もそうなんですけれども、ちゃんと尊重して、あと、もちろん日本の漁師たちも、ちゃんと尊重して、もっと真剣に、他の代替案を、検討すべきだと思います。で、はい、最後に、まとめとして、IA と NRA についてコメントします。TEPCO has claimed that the harm from its plan will be small or very small. TEPCO としては、この排出計画について、損害がとても少ないというふうに言ってます。But the harm from the concrete plan will be close to zero to the public because the tritium radiation will be blocked by the concrete. しかし、このさっき言ったこのコンクリート作りの代替案では、損害がゼロに近いと思います。トリティアムをコンクリートに入れたら、ブロックされるので、放射性は、とても少なく、済むということです。So by failing to consider this, the NRA is failing the people of the Pacific region, the countries of the Pacific region, and it is also failing the Japanese people. で、この代替案を、検討もしない規制委員会は、もちろん、太平洋の人々に、完全に無視しているということだし、でも日本の国民も、無視していると思います。It is especially failing the fishing communities in Japan and throughout the Pacific region. 特に漁師たち、日本も太平洋全体的に漁師の、人々は、この、今の現在の計画に、とても苦しむことになるんですけれども、この代替案は彼らを守っています。And this is my personal considered view. We have not put this in any official statement of the expert panel. This is my conclusion. 今度、その専門家パネルの、意見ではなく、私個人の意見なんですけど、So basically the IAEA has taken the same position that is not going to consider GSG8 and not going to consider justification and that so basically it has said that it's not going to consider its own guideline in terms of its impact on the benefit on the people and countries of the Pacific region, even though there is an option of lower impact. IAEA も、基本的にこの自分のガイドラインである GSG8 は検討しませんというふうに言ってます。これが、
太平洋の人々に、完全に、無視しているということになります。The IAEA ごめん in なさい their, sorry, sorry. 他の、代替案があるのに、それを検討しないっていうことは、とてもいけないというふうに思います。はい、sorry. the IAEA seems very, very eager to say that this plan will have negligible impact, even though we have said the REIA is not adequate and plans for verification of the impact are not adequate. IAEA は、この計画は、よし、大丈夫ですっていうふうにとても言いたがっているんですけれども、私たちがその不十分なところをいろいろ指摘しているんですけれども、それが全く答えてないです。And when we presented some scientific evidence to that during our meeting with them on the 8th in the US and 9th in the Pacific region in Fiji, Mr. Caruso gave us a long lecture and completely misstated some very simple common facts about tritium. で、この前の、9日の、会議に、IAEA の会議なんですけれども、私たちがある、科学的な証拠を出したら、さっき言ってたそのタスクフォースのリーダー、カルーソさんは、とても長い、レクチャーをしてくださったんですけれども、科学的な現象を完全に間違ってたと思います。He said TEPCO would be discharging or releasing 10 grams of tritium compared to thousands of kilos that are made each year naturally. 一つは、TEPCO が、10グラムの、トリチウムを排出するんですけれども、それに対して、何千キロのトリチウムが自然にあるっていうふうに言ってました。This is completely wrong. The correct amount of tritium, according to Argonne National Lab and the French Institute of Radio Protection, the government's Institute of Radio Protection, and I have given you the references in my slides, the estimates of natural tritium made every year is a fraction of a kilogram, 0.15 kilograms to 0.4 kilograms a year. That's the range. これが完全に間違ってます。アーゴンラブとか、フランスの規制委員会による、このレフェレンスは、スライドの中にあるんですけれども、自然に出てくるトリティウムの、量は、とっても少ないです。0.15 キロから 0.4 キロ。そのレンジで、トリティウムが、自然発生するっていうふうに言ってます。So while lecturing us, the expert panel, about how we were confusing people, he made a statement about natural tritium that was wrong by thousands of times or tens of thousands of times. で、そのカルソ氏が、私たちにそのレクチャーの中に、あなたたちが人を混乱させてますっていうふうに言ってましたけど、それを言いながら、この自然発生トリティウムがもう何千倍、何万倍違う数字を言ってるんですね。So this, I only verified this from the recording today. So this matter is just my own opinion. We have not yet discussed it in the expert panel. 今日その会議の、録画を見て確認しましたことです。今日です。だから、まだ私の意見です。まだ誰とも、話してないんですけれども、今日、これを確認しました。But I did check the recording several times, and I also checked the transcript. その動画と、トランスクリプト何度もチェックしたら、確かにそういうふうに言ってました。So it raises a question, if the director of the task force and the coordinator of the task force
doesn't know the basic scientific facts, what else don't they know? And how can we trust that they are going to handle this matter in a manner that's scientifically competent? Because here, the director of the panel has made a statement that's completely wrong while telling other people that they are misleading the public. これがとても大きな疑問を、が出てくると思うんですけれども、IAEA のこの福島汚染水排出問題のタスクフォースのリーダーの人が、こういった完全に間違っている情報を発信してるんですね。そういう基本的な科学的なことを知らないということですよね。だから他に知らないこともあるんじゃないのっていうことを疑問に思うし、もう信頼できませんよね。やっぱりこの人たちが科学的に、技術的に、十分な知識を持っているのかっていう、そういう疑問が、出てきます。それが、他の人がみんな、混乱させる情報を発信していると言いながら、こういうことを言ってるので、とても大きな疑問が、上がると思うんですね。Now, let me be clear that I'm not criticizing all the IAEA. The IAEA has many good scientists working for it. It undoubtedly has very good laboratories. We're not taking issue with their ability to make measurements or take samples. 一つちょっと、はっきりしたいんですけれども、IAEA という全体的な、組織全体的に、何もできないということは全然言ってないですよ。その中に、すごく優れている、科学者もいるし、設備も、いろいろ素晴らしいのを持っていると思うんですけれども。Neither I nor the expert panel came to the point of criticizing the IAEA easily. This is difficult because we know the IAEA has big responsibilities in the world. IAEA という組織は世界的にすごく大きな責任を持ってて、私もその専門家、パネルの中の専門家も IAEA に簡単に批判するということは全くありません。私たちはできるだけ IAEA をすごい素晴らしい、すごく重要な組織だと思っているんです。But from Mr. Grossi's statement in 2021 that this plan was okay, even before one inspection, to Mr. Caruso's recent statement, the IAEA is not proceeding in a scientifically sound manner, in the manner that would reflect its serious responsibilities to the public, to the people and the countries of the Pacific region. しかし、このことについて、IAEA は、まずグロッシ事務局長が、タスクフォースが福島第一を見る前に、2021年の時点で、この計画は大丈夫ですよっていうふうに言っちゃったことと、この間のカルソさんの、完全に非科学的な、発言があるから、今回は、本当に、この科学的に、ちゃんと、判断しているのかどうかっていうのは、やっぱり疑問に思っちゃいます。So the IAEA has many good scientists and good capabilities, and we would like to work with the IAEA to compare these plans and come out in a place that would be much better for the oceans and for the ecosystems and for the public than the TEPCO dumping plan. And we would also make the same offer to the NRA, because the present course is not a safe and sound course. And we're just proceeding on the idea of dilution is the solution to pollution. Let the ocean dilute it and take care of it.
but the ocean is already sick from too much dumping by too many countries and too many people. 私たちは、IAEA の中にとても素晴らしい科学者たくさんいるということを分かっていますし、本当は IAEA と一緒に仕事したいんです。この件について、みんなで検討すれば、もっといい結果が出るはずです。それ、本当したいんです。あと、日本の規制委員会も同じですね。私たちは、一緒に、仕事したいと思ってるんです。で、今、英語でもすごいいいんですけど、dilution is not the solution to pollution って英語にはなるんですけど、日本語は、汚染の、解決策は希釈ではないということです。もう、太平洋を含めて世界の海は今、病気かかっている。今とても大変な状態になってますので、またこういう汚染物をただ捨てればいいっていうことではないと思います。もうそういう時代ではありません。We have offered a plan that could avoid these problems, and we hope that the NRA and the IAEA will take us up on it, cooperate with us, and examine this plan and stop this hasty pursuit of a dumping plan. Thank you. で、私たちが、提案している、代替、案は、ぜひ、IAEA も TEPCO も、それを真剣に検討して、一緒に、もっといい解決が、できるようにしたいと思います。どうもありがとうございました。Thank you for your very clear-cut lecture for us, and thank you for your translation, Ms. Karin. And from the Korean side, is there any question about Dr. Makhijani? 韓国側からいかがでしょうか。アンニョンハセヨ。韓国の皆さん、ご質問ありますか？ Is there any question from the Korean side? 네, 있습니다. はい、あります。 지금 해도 될까요? Please, 質問していいですか？どうぞ。 네. 거기다 해야 되나요? 우선 오늘 이 자리에 초대해 주셔서 정말 감사드립니다. 今日会議参加できてありがとうございます。 오늘 아르준 마크 이자니 박사님 또 뵙게 돼서 반갑고 더 진전된 발표를 해주셔서 감사합니다. またそれに関連するご発言ありがとうございます。 제가 궁금한 점은 私が知りたいのは IAEA가 IAEA가 일본 정부로부터 위임받은 사항을 日本政府から委任された事項を 위임받은 사항에 한해서 事項に限って 활동을 하고 있는 것으로 알고 있는데요. 活動してるんだと思いますが、 일본 정부와 日本政府 IAEA と 간에 IAEA との 어떤 계약 관계가 있는지 그 계약의 구체적인 내용이 무엇인지 があるのか、その契約の中身は何なのか、 그게 궁금합니다. それが知りたいです。 지금 알려져 있는 바로는 今知られている限りでは IAEA는 국제기구이기 때문에 IAEA は国際機構なので 국제적인 관례에 따라서 国際的な慣例に従って 후쿠시마 방사성 오염수의 안전성을 전반적으로 평가하는 것처럼 日本語のトランスレーションがよく聞こえません。すいません。もう一度要約して日本語でお願いします。聞こえないの。 네, 그 일본 정부가 IAEA의 그 위임한 사항의 구체적인 내용이
후쿠시마 원전 오염수의 안전성을 파악하는 데 충분한지 그 계약 내용을 알고 싶습니다. すいませんが、日本語にもう一度訳してください。日本語聞こえますか？あまり聞こえません。 동료쌤이 마이크를 켜서 해주세요. 日本語のトランスレーションが聞こえません。 켜서 얘기를 하시면 안 될까요? 켜보세요, 한번. 聞こえますか？もうちょっとボリューム上げてください。これを、これで足りないですか？少しいいです。Better than before. 質問のポイントは、はい。日本政府と IAEA との何かの契約関係にあるんでしょうか？日本政府が IAEA 何かを辞任したと思うんですけれども、IAEA が福島汚染水放出に関して安全性を把握してるんだと思われるんでしょうか？はい。Please translate to Okay. I'll answer in Japanese. Yeah, it was a little bit hard to understand this question, but I think 日本政府と IAEA の間には、何かの契約とか約束があって、IAEA が評価していますかっていう。ということですね。はい。はい。で、 Okay, so the IAEA and Japan, what is the relationship between them? Like, is there some sort of contract or is there some sort of relationship between Japan and IAEA, which would make IAEA kind of just like subservient to Japan or like follow what they were saying? What is the relationship between Japan and IAEA? The IAEA is a body created by the United Nations, like other agencies. It has member countries like other agencies of the United. So Japan, the United States, France, Fiji, the Marshall Islands, South Korea, they're all members of the IAEA as governments. And so they basically govern the IAEA as other institutions of the United Nations. Now, the IAEA was created for two reasons. One is to look on the nuclear weapons side and prevent proliferation of weapons. And the other was to promote nuclear power. That is in its charter. And so the IAEA is not subservient to Japan, but it is subservient to all its members. It has to basically, its charter is to promote nuclear energy. That's why it also has developed these safety guidelines, because if you have too many accidents, then of course you are not going to have nuclear energy. And so, but basically the IAEA has not a decision-making authority, and it is also not subservient. So this particular relationship is Japan as a government asked the IAEA, would you appoint a task force to oversee the safety of this TEPCO plan? And that task force was appointed in 2021. And the statement that Mr. Grossi made was at the time that this agreement with the government of Japan has been made. Sorry, I went on for long, but the short of it is the IAEA is a United Nations body, is not subservient to Japan, but it is governed by all the governments. But this particular thing is a specific agreement that the Japanese government said, please come and advise us about the safety of this. はい。IAEA は、国連の中にありまして、なんか国連と同じように加盟国っていうのが入ってまして、で、それもちろん日本も韓国もみんな、フィジーもマーシャルアイランドもみんな入ってまして、IAEA のメンバー、加盟国として入ってます。で、IAEA は、二つの
理由があって、一つは、核兵器を、あまり拡散しないように。で、もう一つは、原子力を、推進するっていうのは、IAEA の一つのミッションではあるんですね。で、それで、その安全基準とか作ったりする。あまり事故があったりすると、原子力が進められないから、そのために、その安全基準を作ってるわけなんですけれども。で、今回は、これ、政府の、機関ではあるので、今回は、加盟国である日本は IAEA に、この排出計画を、監視してください。アドバイスしてくださいっていうことを頼んだんですね。IAEA にお願いしたんですね。で、それが2021年に、その、アグリーメントというか、なんと言いますかね、条約でもなく、そういうふうに、日本はお願いして、で、それで、IAEA から、そういう、建設する、人々が来て、いろいろ、アドバイスをしているっていう、そういう関係なんですけれども。はい。So the IAEA has said they don't make the decisions, they just advise on whether it is safe and whether it's in compliance with the regulations. But of course, if the IAEA says, you know, it's not scientifically sound, then it would be very difficult for Japan to say, I am the decision maker, which is true, and I'm going to do it anyway. If the IAEA says we don't think this is a good idea and you should do the other thing, it will be very difficult for Japan to proceed with the plan, even though IAEA is not a deciding body. IAEA は決定権はないんですよね。全くなくて、IAEA は、いや、これやっちゃいけませんとか、そういうふうに全然言える組織ではなく、アドバイスしか、言えないので、しかし、IAEA が、これを見て、いや、これ問題ありますよっていうふうに言ったら、日本政府は、IAEA はダメって言ってるけど、でもやりますよっていうわけにはいかないので、そういう意味では、すごく力があるわけなんですね。そういった、ちょっと微妙な、関係なんですけど、そんな感じです。はい。So one more thing. What has been very disappointing is the IAEA has repeatedly says, we are here to tell you about our guidelines and our idea of safety. And they said GSG8 is part of their idea of safety. But when we pointed out these things in GSG8, they said, oh, we are not going to talk about that. And so this has been a very troubling thing that they set themselves as the authority on the guidelines and safety, and then they are refusing to consider what is in the guidelines they said should be considered. 今回一番がっかりしたのは、IAEA はそうやってね、その安全ガイドラインを作っているわけなんですけれども、で、それについてアドバイスをするはずなんですけれども、今回私たちがその IAEA が作ったガイドラインである GSG8 に、これ違反してますよっていうふうに言ったときに、それが、権限には全然入ってるのに、いや、それはコメントしませんっていう拒否したっていうのは一番今回の問題だと思ってます。はい。Let me show you this slide. This is an IAEA slide. They have said these are the regulations that apply. Here is GSG8. It is part of what they said. But now they say part of GSG8 we won't apply. これがIAEA の先の全部のその安全ガイドラインなんですけれども、これ全部検討しますよ。全部考えますよっていうふうに言ってるのに、その後に GSG8 が入ってるのに拒否しているということです。はい。日本政府との関係は、2021年の4月に政府は海洋放出の方針を決定して、規制委員会、日本の NRC にも、そのことを、
諮問聞いた上で加えて IAEA にこれを評価を要請した放出に関する評価を日本政府が IAEA に要請したということになってグロッシーさんが日本に来られて、しかし評価する前にグロッシーさんはそれはセーフティー大丈夫というふうに言ったことは大きな問題だというご指摘だったと思います。She was just paraphrasing what you said, that in 2021, Japan decided to release the water, and NRA had said this was okay, but Japan wanted the IA to also give their approval. And so the problem was that before they even came, Grossi had said it was okay. So that was just kind of paraphrasing. Yeah, that's fine. Okay. はい。今の件で、GSG8 について、バンさんから、コメントがありますので、バンさんお願いします。すいません。私はちょっと GSG8 をちゃんとは把握しておりませんが、公衆と環境に関する、安全ガイドラインというふうになっていたと思います。それでいろいろ調べてるんですけど、規制委員会がいくつかの GSG シリーズ日本語にしてるんですけれども、実はこの8については残念ながら日本語になってないので、英語のやつしか見れないということです。はい。もうごめんなさい。それぐらいのことしか今言えません。では、will you please translate to him? Yeah. So that was Bansan, and he said that the NRA has translated some of the IA guidelines into Japanese, but they haven't translated GSG8. So people have to read it here in English. It's not been translated. Well, that's a good point. We did ask the NRA whether they have considered GSG8, and it is clear that they have not. 私たちも規制委員会にGSG8 に、検討しましたって聞いたんですけど、全く検討してないということは分かったんで、翻訳もされてないということですね。そうですね。At least not the parts that I'm talking about. 私たちが指摘しているところは完全に、検討してないようです。はい。他に、is there any question? ご質問がありますか？松久保さん、先ほどいくつかのコメントをくださいましたが、どうでしょはい、お送りしたのは、日本政府と IAEA が締結したう？大き TOR なと、声でお願い。はい、日本政府と IAEA が締結した、Terms of Reference っていう、契約ですね。契約のリンクをお送りしたので、参照していただければと思ってお送りしただけなのです。はい。ありがとうございます。Terms of Reference 2021年の July 8で、送られております。はい。So, Matsukubo-san just sent the terms of reference between Japan and the IEA in their 2021 agreement. So he just put that in the chat box. Thank you. Yeah, well, the IAEA has said that terms of reference are only to make the dumping as safe as possible. And that is completely unsatisfactory. If the plan is not compliant with the IAEA guidelines, then they can't say that, we are going to say it is compliant, but the terms of reference don't allow us to talk about GSG8. That they can't say both things, that they are compliant with IAEA guidelines, but terms of reference mean we can't consider GSG8. So they have to decide. Either it's going to be about compliance with guidelines, or it's going to be about making the dumping as safe as possible. Those are not the same thing. その Terms of Reference の中に、この放出をこの汚染水を流す、その行為について、
できるだけ安全にするということだと思うんですけれども、そうすると、その IAEA のガイドラインに沿っているかどうかっていう問題じゃない。もうその放出がもう決まってて、それをできるだけ安全にするっていうような terms of reference になっていると思うんですね。なんだけど、それが、一番安全な方法っていうこととは全く違うことなんですよね。はい。ありがとうございます。韓国からのお手が上がってる前に、鈴木達次郎先生がお入りでありますので、国際的なことでもあり、少しコメントをお願いいたします。ありがとうございます。びっくりしました。マグジニさん、お久しぶりです。ありがとうございます。今日はありがとうございました。私の、コメントと言いますとですね、やはり今回の処理水というのは、よくトリチウム水と言われてるんですけど、普通の原子力発電所や再処理施設から出てくるトリチウム水とは違って、いわゆるいろんな各種が含まれている汚染処理水であるということが一番重要なのかなと。でそれについての総合的な安全評価ができてないという理解でよろしいでしょうかというのが、最後の私の端的なコメントです。ありがとうございました。はい。大変勉強になりました。はい。ではお願いします。Thank you. That was a great talk. Thank you very much. And I just have one question. The water that is going to be released, that it is going to be dumped, it contains tritium, but not just tritium. There are other things that are also in it, but there hasn't been like a general assessment of the radioactivity, the levels that will be actually released. そういう問題でした。鈴木先生、ちょっとごめんなさい。He No, might. I think the government and TEPCO keep saying, you see that there are lots of tritium water has been released by the other nuclear power plants and other reprocessing facility and so on. But that tritium water is different from this treated water. Yes. The main difference is this contains still, even below the regulatory standards, lots of very highly radioactive substances. That's Dr. the most Suzuki. important. Yeah. Dr. Suzuki, so good to see you. Yes, nice to see you again. Yes. Thank you. We corresponded right after the Fukushima accident in 2011 about safety matters back then. So I really appreciate seeing you. Thank you very much. You are absolutely right, of course. There are all these other radionuclides. In the other dumping, the water does not come into contact with a molten metal, spent fuel, and all the fission products. This is a radically different situation. ALPS has sometimes worked and sometimes not worked well. So the concentrations of strontium and cesium in some tanks are very, very high. So there are many, many issues that are different, and why Mr. Grossi should not have said, oh, many countries are doing it and it's going to be all right. はい、おっしゃる通りです。今、福島第一で、タンクの中に入っている水と、通常原発が流している汚染水は違います。今の、タンクに入っている汚染水はいろんなものを触れてます。塩釣り、核燃料、メルトダウンされた金属、いろんなものを触れているし、だから、違うんですね。その通常流しているものと違う。または、ALPS が、ちゃんと機能しているかどうかということは、今、ストロンティウムとかトリティウムだけじゃなくて、他のものの、濃度はとても高いということはありますので、それもやっぱ懸念すべきだと思います。はい。Let me just point out one thing. The 3 Mile Island accident was much less complicated and much less dangerous than the Fukushima accident. So if we can just translate, I want to make a couple of points. Okay.
スリーマイル島の事故なんですけれども、これが福島第一に比べたら、もう全然複雑のレベルは違う。もっとこう、簡単って言っちゃいけないんだけど、もっと通常の、事故だったんですけれども。Three Mile Island was one partial meltdown. And the decommissioning of Three Mile Island will not be completed till 2037, which is 58 years after the accident. Yet we are being told that TEPCO will do it faster, even though there are 3 meltdowns that were much more serious. スリーマイル島では、一つの原子炉は、部分的にメルトダウンしたんですけれども、スリーマイル島の完全な廃炉は2037年を予定しています。58年間かかるということなんですけれども、福島第一は3つの原子炉が完全にメルトダウンして、もちろんもっと大変なんですけれども、もっともっと時間かかるはずですね。はい。Thank you for your comment. 韓国の方からどうぞ。韓国の皆さんいいですか？お手紙。네, 아까 질문에 이어서인데요. 先ほどの質問の続きです。はい。TEPCO와 IAEA 간에 Terms of Reference에 사인했다고 하는 보도자료를 올려주셔서 잘 봤습니다. 무슨 사인? 여기 보면 그 그러니까 보도자료가 올라와 있어요. TEPCO하고 IAEA가 어떤 계약을 맺었다고 하는 보도자료가 올라와 있어요. こちらに上がってるそのプレスリリースによると、TEPCOと IAEA が何らかの契約を結んだとなっています。 네, 그 계약서를 혹시 보신 분이 계신지 궁금하고, 그리고 IAEA가 지금 활동을 하는 그 비용들은 누가 부담을 하는지도 궁금합니다. その契約書をもしかご覧になった方がおられるかということと、また IAEA が福島第一原発に関連して活動している費用はどちらが出すのかが知りたいです。はい、いいです。Please translate their question. Okay, so according to a press release that was in South Korea, TEPCO and the IAEA have some sort of contract, some sort of agreement. And if anyone has a copy of that, please show it to us. And also another question is, the IAEA has come to Fukushima, and then there's been various things happening. But who pays for this? Who pays for the IAEA, the task force, and all of those things that they do? It's my understanding that Japan would pay for it because Japan asked for it, but I'm not sure. I have not actually explicitly looked into it. はっきりは知らないんですが、多分日本はその費用を払っていると思うんです。なんでかっていうと、日本がお願いしたので、その分は日本は多分払っていると思うんです。はい。私の理解も日本政府が IAEA に様々な、諸費用は負担してコメントを求めていると思います。そして東京電力とIAEA との間に特別な契約があるとは聞いていません。
Okay, so, yeah, no, that needs to be in English too, right? Yeah, I understand that it is Japan that is paying for this. And also, I haven't heard that there is any kind of contract between TEPCO and the IAEA. No, I think normally the IAEA does government to government work. はい。よろしいでしょうか。では、他にご質問があればお願いします。バンさん、はい。はい。どうでしょそれではですね、先ほど、マキジャニさんの話の中で、代替案のことについて話が出て、で、日本政府もコンクリート固管については以前に検討したというふうに言っていますよね。トリチウムタスクフォースの中では検討されていました。で、それとは全く違うという説明をされたんですが、その日本政府が、経済産業省が検討した内容と、マキジャニさんたちが提案しているコンクリート固化と、どこが根本的に違うのかということについて、もう少し説明をしていただけませんでしょうか。はい。Okay, so my question is about you mentioned that Japan had also looked into concrete as a solution to this problem, to getting rid of this water. But you mentioned that is completely different from the alternative that you have proposed in the expert panel. Can you talk a little bit about what the difference is between your proposal and what the Japanese had already looked at? Of course, the TEPCO proposal was to take the water that is in the tanks and mix it with a cement-like material without treatment. So all the strontium, all the cesium, all the other radionuclides that are in the water now, they would not be removed. And the cement would have to hold all those materials. So that's the first difference, is that what we are saying, the water should be treated and all those radionuclides should be removed, which is the first step in the TEPCO plan. So we are saying the first step in the TEPCO plan, we agree with, and they should do it. The second step, we don't agree with. So that's the first big difference, but not the only one. まずはですね、TEPCO が検討してた、ことは、ALPS を通さない、その水そのまま、固体化、シメントと混ぜて、固体化するという、提案だったと思うんですね。で、私たちは、そうじゃなくて、ALPS を通す。だから、ほとんどの、その、隔臭を、取り除いて、で、それが TEPCO と同じ。だから、その第一歩は、TEPCO と同意。それをぜひ、ALPS をぜひ通して、で、その次は、海に流すんじゃなくて、その次、トリートされた水を、セメント、コンクリートにするっていう、そこが一番大きな違いなんですけど、他にもありましたけど。So the second big difference is that TEPCO would take this concrete with highly radioactive materials like strontium and cesium and dispose it off as waste in the ground. Either shallow burial or deep burial. So that's the TEPCO plan. What we are saying is that the water should be processed and cleaned up, except for tritium and small amount of carbon-14, and concrete that was going to be made anyway for some useful purposes
with low human contact should be made with this water. So that's a big difference because what we are saying will not increase the volume of waste. It will not be disposed of in the soil, and it will not have external radioactivity as it would if it contains, say, cesium. で、次の違いは、テプコの場合は、もう高放射性の、コンクリートを、埋めて、それが深いか、そうじゃないという、とにかく埋める、廃棄物として埋めるっていうことだったんですけれども、私たちは、そうじゃなくて、水が基本的にトリチウムと少しだけカーボン14は残ってるんですけれども、それを、埋めるんじゃなくて、廃棄物じゃなくて、それを人間があまり触れないところにコンクリートとして使うっていう、ことです。で、そうすると、放射性は、土壌、泥に触れるとか、そういうこともなく、そこから流れていくとか、そういう、危険もないし、で、しかもボリュームが大きくなるわけでもないし、そういった、違いもあります。So the last thing to say is, there is some experience with what the TEPCO plan was, mix it with cement and dispose it off as waste. In the United States, it has been done in more than one place. If you can translate that, then I'll finish. Okay. はい。そのテプコが提案している、そのコンクリートの、代替案は、アメリカでもそういう経験があるんですね。アメリカ、一つだけじゃない、複数のところで、そういった、廃棄物として、コンクリートにして、廃棄物として処理するっていうことは、アメリカでもやってます。So the Fukushima water is not the same as the waste that was disposed of this way in the United States, but overall, the experience with mixing radioactivity in large amounts with concrete and disposing it off as waste in the ground has not been good. アメリカの場合は、福島第一と同じ汚染水ではなく、ちょっと違ったんですけれども、でも、やっぱり放射性があるものを、廃棄物として、処理するっていうのは、アメリカでもあんまりいい経験じゃなかったと思います。So actually, we agree with TEPCO that the TEPCO concrete plan should not be adopted. Our plan is very different, and it should be considered on its own merits. なので、そのテプコが提案しているそのコンクリートの、計画は、それは、テプコと同意して、それはダメです。それは私たちも良くないと思いまして、私たちが提案しているものは全然違って、それが、その違うものとして、検討してほしいっていうことです。はい、Thank you very much. You're welcome. なんかそれで、その先にちょっとコメントを言うとすると、どうぞ。福島の第一で、例えばその低レベルの廃棄物の建屋とか、あるいは今後は燃料デブリを貯蔵する建屋とか、そういうのが計画されているんですけれども、そういうところに、具体的にはそういうところに使っていくという案があるというふうに理解すればいいですよね。So basically, at Fukushima Daiichi, they plan to build, like, for example, places which will hold the debris when the spent fuel, the melted down fuel, when if they finally manage to get it out. So they have construction plans already. So you're saying that using the concrete for those kind of on-site
projects would be, is what you're suggesting, right? Yes, then there are the seawalls. And one important thing that I didn't say is the tritium beta particles are very easily stopped in concrete. So even if the concrete disintegrates after 50 years or 60 years, most of the tritium will be decayed and the remaining would still not affect. So it becomes small stones like this. The tritium beta particles would still not come out of small stones like that. はい、その通りです。で、もう一つちょっと先、言うの忘れたんですけど、例えば、その、壁、何でしたっけ、シーウォール。それ防を、潮堤。そう。それも、作ったりしてるんですけれども、その中にトリティウムが含まれても、それが、ベータの、放射性なんですけれども、それがコンクリートから出ることはなかなかなくて、体の中にこう入っていかなければ大丈夫なんですけれども、例えば、そのコンクリートが50年とか先に壊れたりしても、その時間だったらトリティウムがもう崩壊されてるし、小さい、こう、コンクリートが壊れても小さい石みたいになったりするから、その状態だと、まだ、トリティウムが、もう安全であるということも、一つの、いいポイントではないかなと思います。はい、ありがとうございます。では、日本側の有識者サイドで大島先生、ご意見あったらお願いします。すみません。急に。すみません、急に。いえ。原子力市民委員会、私、原子力市民委員会座長をしています。で、原子力市民委員会もほぼ同様に、モルタルコンクリートで、に固めて、原子力市民委員会の方は処分するっていうふうに言ってますけれども、ほぼ同じような検討をしていますので、大変、なんていうか、共感いたしました。また、再利用についても、一つあり得るっていうことも、伺いましたので、またこの原子力市民委員会の方でも、また協力してやらせていただければと思っております。ありがとうございます。はい。訳してくださいますか。My name is Oshima, and I'm the head of the Japan Citizens Nuclear Council. And we have the same kind of idea that the best alternative for this water is to make it into concrete. In our suggestion, we suggested disposal, but hearing your talk, I've also now realized that there's possibilities for recycling it. So yeah, it was very interesting, and thank you very much. ありがとうございます。他にありますか？皆さんからご意見が。いいですか？飛鳥先生どうでしょあ、大丈夫です。う？大丈夫ですか？はい。それではですね、本来のこのALPS処理水の問題と並んで、実はALPSの処理の時に使うろ過したそのものというか放射性物質が移行したものの置き場とか捨て場も非常に量が膨大になってきていて、これも一つの課題になっています。ALPS処理を完全にして、その水の方を、コンクリートの中に入れると同時に、ALPS処理に使ったフィルター、これが高濃度の汚染物質になっていて、この置き場とか処理もまた問題になっていることもお伝えしておきます。Okay, so the ALPS filtration system
when the filter that has filtered out all of those high-level radioactive substances, those filters themselves become high-level radioactive waste, and where to put them after filtering all of that water is going to be a problem that we'll have to start considering, soon. But yeah, I'd just like to point out that's also going to be one of the topics we have to think about. Yes, I think the problems of radioactivity and radioactive waste from Fukushima are going to be huge. Actually, the amount of radioactivity in the water is much less than these other problems, but it's a much bigger problem because the proposal is to contaminate the Pacific Ocean with it. And that's the problem with the TEPCO plan. So yeah, you are absolutely right. I agree. The problem of Fukushima is much, much bigger. And the problem of radioactive waste is much bigger than Fukushima. It's not only Fukushima. その通りですね。やっぱり、放射性廃棄物っていうのは、もう福島ではもう大問題、もうどんどん大きくなると思うんですけれども、その水の中の、そう言ったらね、その放射性が、水の中の放射性は少ないかもしれないんですけれども、これがもう全太平洋に広がるっていう問題はあるんですけれども、福島内の問題も本当に大変だと思うんですね。もうおっしゃる通り、フィルターもそうだし、デブリもそうだし、もう本当に、それがとても問題だと思います。はい、ありがとうございます。木村さんがコメントで述べておられますが、ご発言されますか？いいですか？いいですか？一言。どうぞ。前回の東電の説明の中で、敷地境界1ミリシーベルト、大きな声でお願いします。はい。前回の東電との話の中で、東電が敷地境界1ミリシーベルトを守るからいいんだという正当化をしていたと思うんです。で、考えたら、広島の何百台分のその放射能を出したわけですよね、12年前に。で、そんなところが今年間敷地境界1ミリを守るから、それを海洋放出30年間ずっと続けていいっていう、そういう正当化をしていることに私は疑問を感じてるんですが、それについて、講師の方、ちょっとご意見伺えればと思います。はい。捨てるときの境界で1ミリシーベルトで良いという見解についてどう思うかということでした。Translate to him. Right. So TEPCO is saying that they're going to keep the radiation level to 1 millisievert per year, even if they release the water. And so therefore it's all okay. Obviously they released so much into the ocean 12 years ago during the accident. And, it's accumulative and there's all these problems. So I think that, I worry about that statement. But what do you think about this idea that because it's going to be 1 millisievert per year, it's going to be kept within that, within the land? How do you feel about that? Well, 1 millisievert is the limit. And actually, TEPCO has proposed to keep it much less than 1 millisievert. And a useful role that the IAEA has played is to encourage them to even consider keeping the dose much, much lower than that. So according to the current IAEA advice, the doses would be kept much, much less than 1 millisievert. So that's within the framework of a bad thing, that's a good thing. But 1 millisievert is a common dose limit for all sources of radiation other than medical and natural. So it's not a big thing that TEPCO is promising. This is something that is routinely done throughout the world. And so 1 millisievert is nothing to
nothing to boast about or be very proud about that we're going to do this. And so that's a formal limit that they have to adopt. はい。ありがとうございました。All right. どうぞ。はいはい。この1ミリシーバートなんですけれども、これが普通の基準であって、テプコが大声で、これ守るからって言ってる場合じゃないと思うんですけど、普通です。しかし、それより低い、線量に抑えるっていうことも、検討してるし、それ、IAEA も、もっと抑えるべきっていうふうに言ってる。それがすごくいいと思うんですね。まあ、この大きい問題の中の、いいこともあると思うし、まあ、それは、いいと思うんですけれども、はい。Was that the end of your comment on that one? Okay, yeah. なんですけど、まあそうですね、その1ミリシーバーっていうのは、そんなに、はい、胸を張って素晴らしいでしょって言ってるものではないということですね。Well, I will say that what we are proposing would be much better. So they should keep the doses lower than what they plan. で、私たちが提案しているものはもっと低くなると思うし、まあ、はい、もっとその1ミリシーバーというより低いことを、目指した方がいいと思います。はい、ありがとうございます。では、ありがとうございました。はい、大島先生、もう一回お手が上がってますでしょうか。はい、すいません。はい先ほど、ちょっとコメントというか、改めてコメントするの忘れちゃったんですけれども、はい、GSG8 について、違反してるんじゃないかっていう、問題提起は大変大事だと、私は思います。しばしば、この、GSG とか、IAEA の基準は、国内の基準、私ちょっと詳しく見てないんですけども、国内の基準を作る際に参照されてきているものだと思っていましたが、東京電力福島第一原発事故っていうのは国際的な影響大変大きいので、IAEA も、まあもしかするとカバーしてない領域なんじゃないかなというふうに思います。だから、今回の、問題提起というのは、これからの原子力の安全性を考える上で大変大事なことで、今まさに、考慮すべきことをもう非常に強くおっしゃられて、非常に大変勉強になりました。これをちょっと、日本の国会でもぜひ、ご質問いただけると嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。はい。So please translate. Hi. I just wanted to comment that I think it's really important that you're bringing up this point about the GSG8. Often IAEA standards are also adopted into domestic standards. And obviously the effect of the Fukushima Daiichi accident, it has a huge international effect. Impact. And I think that but the domestic standards sometimes don't cover this. So I think that your point about the GSG8 was very interesting. And I think that this really is something that we really, really have to consider. And I hope that the lawmakers can maybe bring this up in Parliament. Well, I'd be happy to talk to your lawmakers if they want to do that. All the ones that are here today. Yes, I understand that there are many lawmakers here, so I'd be happy to help you. はい、皆さんぜひ、国会で、私もサポートしますから、ぜひ取り上げましょう。はい。ありがとうございます。本当に重要な指摘をいただきました。また、韓国からもご参加もありがとうございます。まあ、これは広く海への投棄というのは、ダンピング、本当にダンピングだと思いますので、改めてそういう視点で
国内、日本の国会でも取り上げていきたいと思います。今日はたくさんの皆さんが朝から Zoom の会議にお集まりいただきましてありがとうございます。またゼロの会としてもこうした取り組みを続けていきたいと思いますので Thank you for Dr. Makhijani。そして皆さんもありがとうございました。終わります。Okay, so thank you very much for your participation today. And yeah, we've learned a lot. And thank you also to the Koreans for participating. And we'd like to end here. Bye-bye. Thank you. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。Bye. See you.